皆様こんにちは。今日は私がリアルに機内に持ち込んでいる手荷物のバッグの中身最新版をお送りいたします。機内持ち込み手荷物の注意事項も含めてご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずモバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、充電式のヘアアイロンは持ち込みや預け入れに注意が必要ですので、最初にご紹介します。モバイルバッテリーは電車や航空機内での発火が相次いだため、目の届かない預け入れ手荷物の中には入れられないことになりました。持っている場合は必ず手荷物として機内に持ち込み、座席前ポケットや前の座席の下の自分の目の届く範囲に置くことが義務付けられています。続いてワイヤレスイヤホンです。こちらは電源が切れないので、預け入れ手荷物に入れてしまうとどのように作用してしまうかわからないので、機内に持ち込むことが義務付けられています。そしてもう一つ、充電式ヘアアイロンです。私は充電式ヘアアイロンを持っていないので、こちらはコードがついているものになっています。コード付きのものは預け入れ手荷物に入れられますのでご安心ください。充電式ヘアアイロンはフライトモードがついていて、バッテリーが取り外せるタイプかつ 100Wh 以下なら機内持ち込みが可能ですが、バッテリーが内蔵されていて取り外せないタイプは火災のリスクがあるため、機内持ち込みも預け入れもともに不可です。また電池式のものは電池を取り外せば預け入れスーツケースに入れられます。ただし電池は機内に持ち込む必要があります。航空会社ごとに細かな違いもありますので、充電式や電池式のヘアアイロンを持ち込まれたい方は必ず確認してから持ち込んでください。続いて当然持ち込むものですが、お財布やパスポートなどの類です。それからエコバッグも必ず持ち込むようにしています。イギリスでの引火液体を使ったハイジャック事件以降、液体類の機内持ち込み制限は続いています。100ml 以上の飲み物などは保安検査時に没収されますので、その後飲み物やお菓子などを買った時にこのエコバッグが役に立ちます。パスポートと一緒に必ず持っておきたいのが e チケット控えのコピーです。かつては笑顔でスルーしていた国も入国審査が年々厳しくなっています。帰りの飛行機のチケットを提示するように言われることもしばしば。スマートフォンの中に情報があるから大丈夫と思っていても、現地の eSIM がうまく作動しない場合もあるので、念のため手荷物に e チケット控えを印刷したものをお持ちになることをお勧めします。添乗員付きの海外ツアーに参加されている方も、入国審査は添乗員さんと一緒ではないのでお持ちになることをお勧めします。それからインターネットの事前申請などで入国カードを書かない国も増えてきましたが、ボールペンがあると便利です。e チケット控え、パスポートのコピー、ボールペンなどは一つにまとめておくと便利だと思います。スマートフォンと充電器ですね。充電だけしかできない USB ケーブルを使わないと、スマートフォン内の情報を抜かれてしまう危険性があるという SNS の投稿を見てから、念のため充電器を経由して充電するようにしています。鏡、爪楊枝、ハンドクリーム、リップクリーム、日焼け止めですね。上空の紫外線はとても強いので、フライトタイムが長くなりそうな時は機内で日焼け止めを塗り直しています。飛行機に乗るときはファンデーションは塗らず日焼け止めだけにしています。旅行中に飲む常備薬も機内に持ち込むようにしています。長い CA 生活の間にもロストバゲージになったことはないのですが、万が一に備えて常備薬は手元に置いておいた方がいいと思っています。もしかしたら使うかもしれないなというこの2つはスーツケースの中に入れています。長時間フライトの際には機内で歯を磨きたいですよね。海外旅行の際には歯ブラシセットは機内に持ち込んでいます。続いて快眠グッズです。私ネックピローは持って行ってもほとんど使わないので、だいたいこの2つだけ持っていきます。
アイマスクと、普通のマスクですね。ハンカチ、ウェットティッシュですね。日本の会社だと食事の前におしぼりが必ず配られますが、外資系だと配られないこともあるので、自分で持っていくようにしています。ウェットティッシュはあると旅行中もとにかく便利なので、長い旅行の際には予備をスーツケースの中に入れています。先ほど紹介したガジェット類ですね。必ずこのようにポーチにまとめています。機内で小さなものを落としてしまうと探すのがとっても大変です。なのでこのようにポーチにまとめて落とさないように収納します。歯磨きセット、ティッシュ、ウェットティッシュ、ハンカチ、マスク、アイマスク、薬などカテゴリーが近いものはできるだけひとまとめにポーチなどに入れるようにして、それぞれが帰る場所を決めています。そうすると狭い機内で物をなくすことが減ります。内容が見えた方が便利な方はこのような保存袋でお持ちになってもいいと思います。そして私の動画内では再三お伝えしているこのライトダウン、それから水筒です。 CA 時代は制服を着たまま休んでいたので、ぬいぐるみの形をしたカバーがついた湯たんぽなどを持ち込んでいましたが、今はこのライトダウン一択です。水筒は機内でお湯を入れてもらったり、現地で冷たい水を入れてちょびちょび飲んだりするのに便利だと思って持ち込んでいたのですが、最近旅の荷物を減らしたいなと思っているので、これが必要かどうか今後要検討です。最後に機内に持ち込むバッグですが、ファスナーがついているものを強くお勧めします。多くの旅慣れた方がファスナー付きのバッグやリュックサックをおすすめしていましたし、 CA 時代仕事のサブバッグとして使っているものに関しても全員ファスナーが付いているものを使っていました。気をつけていても口が開いているものですと知らない間に中身が出てしまうこともあります。狭くて暗い機内で落とし物やなくし物をしないようにファスナー付きのバッグで備えましょう。ここからは時と場合によって持っていくものを追加でお伝えします。旅行には足がむくんでいても脱ぎ履きしやすいスニーカーやローファーを履いていくことが多いですが、そうでない靴の時や長いフライトの時はスリッパに履き替えるとリラックスできますので持っていくことが多いです。100円ショップに売っているようなものを機内に持ち込み、現地のホテルでも履き、また帰りのフライトでも使うということが多いです。それからこちらは季節品のサングラスですね。眩しい季節に旅行に行くときには持っていくのですが、スーツケースに入れてしまうと割れてしまう可能性もあるので機内に持ち込むようにしています。それからビデオカメラですね。最近はスマートフォンのカメラの性能がとてもいいので、ビデオカメラ不要な場合も多いのですが、持っていくこともあります。仕事で機内にいた頃はあれもこれもと快適快眠グッズを持ち込んだりしていたのですが、今はとにかく荷物を減らしたいと思っています。それでも油断するとすぐ荷物が増えるので、厳選して持ち運び、できるだけバッグも余裕のある大きさのものを選ぶようにしています。ただ上の物入れに入れずにご自身の前の座席の下に置きたい場合には高さにご注意ください。高さ20センチから25センチまでのバッグでないと前の座席の下に入らない場合があります。座席の下には救命胴衣があるので、見た目より高さが制限されてしまいます。適切な大きさのバッグで必要なものを持ち込み、狭い機内でできるだけ快適に過ごしたいですね。また最初にお伝えした預け入れ手荷物に入れてはいけないもの、ぜひ覚えておいてください。スーツケースに入れて預けてしまって呼び出しを受けている人を本当にたくさん見ます。気持ちよく旅が始められるよう準備しましょう。機内持ち込み手荷物の紹介いかがでしたでしょうか。手荷物のルールなどについてまた大きく変わるようなことがあれば更新していきたいと思います。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。